今結構こう前に進もうとして、こっち体が上だけ行ったり、こう下が遅れちゃったりしてるので、しっかりここの腹圧をかけて体幹部分意識して、早く進まなくていいのでで手をしっかり使ってもう一個早く、あそこです、そこです。でその状態、このまっすぐの状態を意識して崩す、あ、そうです、あ、良くなりました。でその状態で走ってみましょうあ、そう違う。今まではついて蹴ろうっていうところから、なんかこう蹴る準備、もう地面につく時にはもう蹴ってるぐらいの感覚にシフトしていければと思ってます。すごい感覚的な話なんで、見てる方はちょっと伝わりづらいところもあるかと思うんですけど、ちょっと体をこの頭に入れて体を使いながらやったら多分わかると思います。本当にこう腕をこう先にって言った瞬間から、自分が感じてた重力がかなり変わった。もう全然違います。今までと多分こう、これってランニングっていうか、力入れてんのかなぐらいの感覚になります。そういうことですね。それぐらい多分筋肉の使い方が全然違う。今まではなんかこう伸ばしてギュッてやるっていう、それを意識的にやってたんですけど、勝手に伸ばして勝手に短縮されるっていうものを今こう使えてるんで、どんどん軽く体が進んでいく。私たちなんかすごい重力の世界にいたかもしれません。すごい重力だって、勝手に重力を感じて、こっちの世界とちょっと違う世界にいたかもしれない。なんでもう速そうな人ってすっごいゆっくりポンポンポンで見えるじゃないですか、あれはもう体をバネのように使えてるし、そういうことね。それを今こう少しでも感じてもらえる動き作りなので、これこそジョギングの前とかすごいおすすめです。しかもこの場でどこでもいつでもできるので、これ普通に一番簡単なやり方なんですけど、まあこのまま片足でちょっと難しいですけど、より負荷がかけられたりします。あ、いる。でもそういう人いるやってる人いる。早い人やってる。でも今回はこっちいいかな。あ、そうです、そこです。もう一個腕後ろ、あ、そうあそこで、あ、そこです。はい。あ、めっちゃ飛べてます。はい。あ、いいですね。いいですね。はい。なんか新しい感覚だこれ。めちゃくちゃいいです。新しい。これを少しずつランニングにつなげていきたいなと思ってるので、今片足の負荷の紹介をしたんですけど、今日はたまたま段差があるので段差を使ってみましょう。段差。今は自分で生み出してたんですけど、ちょっと高さをつけます。はい。あ、これがあるんであっちに行きましょう。はい。ちょっと移動します。上がる。はい。これをリズムよくできますね。一回ちょっと見せますか。ハイライトってこう動きが一個一個違うんだよな。この簡単な。それやってることは一緒で、こう地面につくよりも前にもう力を入れておきたいので、意識する場所といえばもう腕振りぐらい、腕振りを地面についた時には振ってる。はい。あ。あ、地面についた時には振ってる。腕を振ってる。あ、わかりやすい。もう次に力を入れる準備をしてるんですよ。ちょっと待ってね。普通にやると、こういう感じ。ちょっと崩れてます。なっちゃうよね。ですね。でも、待って。もう降りる時には次の飛ぶ動作をもうやり始めてるぐらい。飛ぶ動作の途中で地面について飛んでいくっていう。もう一個早くいけます。そう、だいぶ。それをリズムよくやってみましょう。そう。頑張りすぎなくて大丈夫です。気をつけてくださいね。段差危ないですからね。怪我しないでよ。段差だけちょっと難しくなりません？はい、なる。高さがあるのでより負荷がかかるんですよ。落ちた時に。でも腕を先に動かすっていうのがすごいわかりやすいな。せー。ちょっと待って。そう。力みすぎる。後半今腕がこう戻らなくなってるんですよ。飛ぶ準備ができてなくて、もうしっかり地面につく時には飛ぶ動作に入っておく。これが遅れちゃうと崩れてもう一回こう飛ぼうとしちゃうので、しっかりゆとりを持っていきます。美しい。へえ。で一応基本は
こう下が起点じゃなくて、上が起点です。上からスタート。これが1回、これが1回じゃないので、そこだけは意識してやっていきましょう。はい、これは身長短縮サイクルを使うので、ここにいる時点で0から力を使っているので、段差を使ってこう上からの落ちてくる力をうまく使って短縮させるっていうのが大事なので、この伸長させる力を段差を使うことでより上げてる、これだから走ってる人も基本的にいつも自分の足が下がった力で前に行く推進力に変えるっていう感覚に変えれるってことだよね。普段結構私とかももともとは自分の力でなんかこれで進もうっていう人、そもそもここで進むっていうよりはここですね。ここで、ここから足を上げるんじゃなくて、ここで上からスタートして落とした勢いで反発をもらう、よく反発をもらうっていう、それがまあ SSC サイクル近いので、この感覚を変えていける練習になってくるのかな。だからいつも普段も考え方として前に進んでこうやっていくんじゃなくて、ここからスタート、上からスタートです。落ちてくる負荷をうまく使いながらより反発に変えていく。変えられそう。行きましょう。もう今力みすぎてるので、行くとじゃなくてもっと力脱力抜いて、もう一瞬ですね。ここだけ。だよね。もう今さ、どんどん体が固まってたわ。っていう。行くぞって。100じゃないんで、もっとマラソンです。マラソンです。確かに、行きます。はい、ちょっと待って。一回行きます。ちょっと待って。落ちる力。落ちる力。落ちる力です。落ちる時にはもう飛んでる。落ちる時には飛んでる。落ちる時には飛んでる。落ちる時には飛んでる。こんな感じだ。なるほど。ダメだな。まだダメだな。今腕のここでリズムを取ってるんですよ。この肘の曲げ伸ばしじゃなくて、しっかりここの肩甲骨を動かしたいので、もう手がもうここに真横に来るぐらい、あれですね、お腹のここのラインぐらいに来るぐらい引いて大丈夫です。このもはや後ろから、今ここもこう肘のこの曲げ伸ばしなんですよ。もう曲げた状態でいいですよ。曲げたい。するとちょっと硬い部分もあるんですけど、肩甲骨周りになんか動き悪いんだよな。もう曲げた状態でこっちの動きなんで、ここの動きは何も生まないので。わかりました。ここの動きです。そうです、そうです。いやまた教えてもらった。この動き何も生まないらしいよ。やってるよね。やってる。こうですね。ここを動かさないといけないので。そうって。ここです。ここで？ここで動かします。いやいつもこうやってるとこあったの。それを後ろからやってくる。力入っちゃう。一回力抜いて。一回力抜いて。もうこのまま。深呼吸して。だいぶ。ちょっと待って。力入っちゃう。そう。よくない。いいですね。よくなりました。だいぶ。だいぶよくなった。だいぶ。そう。ちょっと分かってきた。ちょっとその飛ぶ感覚。なんか思ったより弾むなっていう感覚。それがいい感覚です。そういうことだ。全然違う。なんか何回かに1回だったけど。何回かに1回。それでいいですよ。この自分の感覚一番大事にしてください。いやこれ本当想像以上にさ、重力を走ってましたか？感じてんだね、まだね。なんかこの来たみたいなふわーってする感覚、これです。これが SSC サイクル。本当何回かだけど超ふわっと。それをとにかく全部受けられる、ランニング中に全部受けられるようになじませるっていう。いや私たち苦労してますね。これ感じてないランナーは苦労してますね。なんか全然違うんだけど。私が力入っちゃうから。もっとだって力して。飛べてます。浮いてる時間がだいぶ長くなってます。オッケー。いいですね。なんか初めは疲れたの、この動きが。疲れないですよね。疲れない。結構ずっとできるというか。全然疲れない。うまく脱力しながら使えてるので、しかもより楽に、より強い力を発揮できるので、この能力はうまく使っていきたいです。使いたい。どれだけやっても
この長くできる、楽にできる、うんかつしっかり多分浮かないとこれずっとできないんですよ、うんこのリズムをとってうんやり続けることって、楽にやったらできないし、うまく力ももらえないとできない動きなので、まあ、ちゃんとこれを楽にやり続けられるかっていうのは一つのうまくできてるかの指標になると思います。なんでこんな結構腕を意識してるかっていうと、うんまあこれは僕のやり方なんですけど、うんこっち意識しちゃうとわけわかんなくなっちゃうんですよ、はいはいここのふくらはぎをこうやって収縮させてとか膝を軽くこんぐらいに緩めとかやってると、本当にわけわかんなくなってくるんで、うん逆にこっちの意識を消すために、はい今腕を意識してって言ってます、まあ、これはあんまり言っちゃいけないんですけど、まあ、はい見てる方たちの確かにねためにも、はい、あとなんか速い方のさこはいう腕振りってさ、はいはいはい絶対こうじゃないもんね。あなんはいかこう水川君とかもなんかこう丸まってるっていうか。そうですね、僕は結構ここ曲げるようにしてて、うんうん逆に腕を引く時って遠心力で肘って伸びやすいんですよ、うんうん。なんで逆に引く時は肘を締める感覚です。ああ。こっちでより屈曲はいさせる肘を感締める覚で、あはいはいはい結構肩甲骨くるわ。そしたはい、ら。そうなんですよ。そしたあらよりこっちが動くんで、肘を締めると肩甲骨めっちゃ動く。はいはいはい、なんで肘を締めようって、これでしてるともったいないので、もったいないよね。はい、肘は締めましょうっていうのはよく言ってます。肘を締める。はいはいはい、そうそうそう。肘締めるまあそこで多分硬いとこうなっちゃうのあそうで、だよねまあそれをできるだけ自然にやれるように、はい胸を軽く開くとやりやすいです。はいはい、あ、そうですそうです。はい。この胸を開くとより引きやすくなるので、はい。まあこの状態で。これ一挙に腕振りまで勉強できちゃうね。よいしょ。あ、はいはいはい。いいですね。おい。あ、そうですそうです。あ、今はい、楽だったそうです。今来てます来てます来てます。これです。これです。お、いいですね。全然違うわ。これです。これじゃあちょっと今、うん。一回このその場でのジャンプの動作はこれで終わりですね。ちょっと一生懸命走ってる。一生懸命走ってるの撮ってなかった本当になんかすごい今めっちゃ「あ、これすごいすごい!」って興奮してたのに動画撮ってないっていう今言いかれます。もう一回でももう軽いですよね。もうあからさまに楽にふわふわふわっと、あ、多分もう今までの走りと比べて全然ストライド伸びてるんじゃないですか。はい、一歩が長くなりますよね。自然に楽に力が生まれるので、一歩あたりに大きい力が出るとその分何ですか、ピッチが落ちる、いい意味で落ちるので、はい、今楽に走れていると思います。いいです。すごい楽だった。はい、もうそれは今感じてます。バネをなんかいつもよりも足が地面からなんかさらにこう離れやすくなっはいはいはい、た。そうですそうですそうですなん。か今まではそれを意識的にこうやってこうしようってやってたじゃないですか、それを今自然にできてるんで、うんより楽にこう戻ってくる。3分50ペースがはい、丈夫だった。あ、本当ですかよかった。すごいペースが勝手に上がった。はいはいはい、いいですね。これをちょっとずつこうジョギングの日とかポイントレード前とかにうんやりすぎるとちょっと、筋痛めちゃったりうんしやすいので、うん適宜やっていってほしいなと思います。はいはい、いきなりねうわーって言ってやりすぎちゃうとね、はい怪我にもつながるので、無理なくやってください。無理なくやってほしいこういうですね新しい練習は本当にあ、はいはい無理なく少はいしずつ、はい、もう少しずつ、うんこういきなりやりすぎて「あ、いった」とか、うんなっちゃうと嫌なイメージもついちゃうので「うんうんあ、こんくらい、あ、ちょっと疲れたな、そしたらまた明日やろう」って、うんまあ、毎日できる種目ですし、はいまあ、2日に1回とか、うん軽くドリルの時にうん最後取り入れるといいかなと思います。はいありがとうございます。でもこのポイント前とかにやって疲れるわけじゃないじゃないですか、うん多分まあ本当は筋的に疲れてるんですけど、うんまあそんくらいの疲労度でインターバルするのも余計、うんより良いトレーニング効果が期待できると思うので、いいポイント前とかジョギング前に、はい、皆さんもやってみてください。本当に重力が変わる。はい、なんかよくこう地面をこう張ってるランナーって多いじゃないですか。いるあれってもったいなくて、でもあれって楽に走れるよっていう人がすごい多いんですよ、うんでもそれじゃなくてこう大きく動くこと、これって全然疲れるようなことでもなくて、これを無理やり地面から生み出そうとしてるにゃにゃにゃってから疲れるんですよ。本当にこうボールのようにボン、スーパーボールずーっとこう跳ね続けられるじゃないですか。その感覚で走り続ければもっと楽に走れるので、別に大きく動くこと、弾むことは疲れることじゃありません。なのでそれをちょっと、頭に入れて大きく楽に力を生み出そうということでやってもらえればと思います。
ということで今日も水川くん、ありがとうございました。ありがとうございました。重力が変わりました本当ですか。感じていた重力が変わりました。いや良かったです。本当にもう今日まだ紹介したまだこのただ飛ぶだけの動きなので、あとまた次のステップに、はい次はこれのが本当進みたいなと。にできていくと衝撃も少し緩和されていって、怪我にも、怪我の防止にもつながるんだなってそこ思って、もっと学んでいきたいなと思ったので、なので怪我しにくい体を作るためにも、トレーニング的にはちょっとやりすぎると怪我のリスクがあるので、ちゃんと準備をすること、準備をすることと、自分にこうできる限りで、少しスモールステップで焦らずやっていきましょうということで、みんなにはやってほしいなと思います。もう一個僕紹介したいことなんですけど、どうでしょう、動画分けますか？そしてそうだ、5月のね、4、5で大阪、京都、神戸の方にね、ちょっとイベントを2人でちょっとさせてもらいますので、ぜひですね概要欄にリンク貼っておきますので遊びに来てください。またね。